ちは。今日は今から遠足に行きます。仏塔を見に行きます。仏教の塔ですね。で、今からバスで行きます。2つ目の武道湖というところで乗り換えですが、あっち側に私の寮に一番近い大学の門があって、でここが一番近いバス停、バスです。あそこにあるのが私のお気に入りのパン屋さん。武道港に着いて、次はこの86線に乗って国家図書館という駅まで乗ります。このバスはね、2階建てのバスみたい。国家図書館のバスの駅降りたら前にこの建物があったけど、今日はここには行かないので、今日今から見に行く仏教の塔はですね、真覚寺というお寺の中に入っている塔だそうです。で、仏教はですね、インドに起こって、それが東方に伝播して日本まで伝わりました。でもその日本まで伝わる間にね、中国大陸を通っているんですね。そして日本へは中国を介して仏教が伝わりました。で、中国には諸説ありですが、東漢西漢ぐらいの時に正式に仏教が伝わったとされています。そして中国に仏教が伝わって現在に至るまで2000年に近い時間がありまして、でその間たくさん中国の中にたくさんの仏教建築が建てられたんですね。で、今日見に行く仏教の塔もその建築の一つで、金剛宝座式塔と呼ばれる建築様式を持った仏教の塔です。で、中国国内に仏塔は十数種類あると言われているんですけれども、でそれらはね、インドから伝わった仏教伝わったけど、そのインドにある仏塔がそのまま引っ越してきたみたいに建てられたわけではないわけです。つまりその当時の人はですね、写真なんかないから、その伝わったその内容をもとに当時の人たちの想像力をね、必要としたわけです。そして実際に伝わったのが200年頃だとしたら、そこから今に至るまでもう1000年以上の時間があるので、その中国における仏教建築というものも独自に発達してきて、さまざまにユニークな形に展開しているらしいです。喋ってたら通り過ぎてた。今日見に行く塔はですね、この北京石国博物館という中にあります。真觉寺と読む。チケットはネットで買って20元でした。もうすぐに入ってすぐ正面にご覧ください。あそこにある塔がですね、今日見に来た金剛宝座式塔という名前の建築にあたる仏教の塔です。わー、真覚寺のこの仏塔は1473年の明代に建てられたので、すでに600年以上ここに建っているわけです。そしてこの正面の左右にですね、イチョウの木があって、このイチョウの木も600歳だそうです。そしてこの金剛宝座塔の仏塔はですね、この下の基盤の部分、なんていうの、この四角の宝座の部分と上に5つの塔が乗ってあります。で、基本的には真ん中に1つ大きめの塔が乗って、それを囲むように四方に小さな塔が4つついています。で、この塔は真ん中の中央の塔は13段あって、横の脇の4つは11段あるみたいです。明朝の養楽年間にインドから来た高僧が5つの仏と金剛宝座塔の仏塔のスタイルが書かれた紙を渡したというんですね。で、それをもとにこれを建築したと書いてあります。で、この側面に施されている彫刻は宋の時代にすでに完成していた技術
なんて言うんだっけ、平滑、要するにへこんでる部分とへこんでない部分が両方とも平らになるように彫るという彫刻の技術だそうです。今ガイドの人が仏塔の側面の彫刻の意味を一つ一つ説明されておられる。部屋でねコーヒーを入れてきたからコーヒーとパンがある。これねお気に入りのパン屋さんのパンで、このパン屋さんのレーズンロールがもうめっちゃ美味しいことに最近気づいてしまった。でこの塔もですね600年の間何にも無事に建てるわけではなくて、やっぱり人の手でね修繕保全のための手を加えられてきたわけです。でこのようなね古い建築を眺めに来た時には楽しみ方としてはさまざまな視点があると思います。で私がそうねわざわざ足を運んでこういう建築を見に来る理由は別に特になくてですね、せっかく北京にいるならね今のうちに何でも見に行っておこうという気持ちですけれども、でもよく考えたらね、例えばこれは明代の1473年に建てられたわけです。そして私がもし明代の当時にいてね、この建物が完成したって言って、ほんでなんかわーすごいって、その完成した当時に見ているその時の私の目に映るだろう価値とね、そして今600年が経った今私が足を運んで見てここで見ることができる価値は違うわけですね。それは600年という長い間にですねそれに耐えうる建築であった、建築技術であった、そしてそこにどのような形であれ価値を見出してこの場所この建物を守ってきた人たちの営みがあったからなのです。そういうところで私はねなんていうかこういうの見に来ることはすごい特権、この時代に生まれた私がなんか楽しむことができる素晴らしい一つの価値だと、財産だと、世界の歴史の財産だと思うのです。お寺の全体像ですね。でさっきこの見た塔がここにある、ここにいる。でこの12番がですねなんだメインホールのそうかなるほど。さっき正面から入ってきた時に何にもないのにいきなりこの仏塔がバーンと見えてびっくりしたんだけれども、もともとはこの仏塔の前にホールがあったわけですね。文化展が併設されています。この石にこんなにも細かい綺麗な彫刻をするなんて本当にすごい。日が沈みかけている。そして夕日を後ろに背にして影が浮かび上がるようなそんな感じ。もう随分寒くなったのでね、もう帰ろうと思います。切り上げてじゃあね、バイバイ。来た道を同じバスに乗ってね学校まで帰ります。お腹空きすぎてもうそのまま学食にまで来たこれはね韓国料理みたいなやつですごい美味しい、お気に入り。大事なことを言い忘れてたんだけどね、じゃあどうしてねその金剛宝座塔はあんなユニークな形になったのかということです。つまり
宝座台があって、その上に5つ塔が乗っているというような形に、どうしてそのような形になったのかということです。私もね簡単な説明しかできないのですけれども、金剛宝座式塔の形は仏教の中の密教の出現と直接的な関係があるということだそうです。で私もあまり詳しくないのだけれども、その密教の中ではその密教の教えを言葉にするのはなかなか難しいか、言葉ではあまり理解できないからか知らないですが、なんかそのマンダラと呼ばれる絵にして、その視覚的に教えを理解するというようなことが実践されていたそうです。でその密教の教えの中に金剛界という概念があって、その金剛界の中には五智如来と呼ばれる5人の仏様が住んでおられてですね、その5人の仏様がそれぞれ5つの密教における5つの知恵を表しているのだそうです。でそのマンダラと呼ばれる絵の中に、その金剛界、五智如来様がおられる金剛界というのが書かれているんだそうです。でそしてそのマンダラの絵に書かれている内容を空間にしたもの、 3D 空間の中に表したもの、要するに 3D になったものがような形で金剛宝座塔という形で現れた仏塔なのだそうです。へえ。そしてその五智如来の中で中蔵にあたるのが大日如来という仏様だそうで、その大日如来が今日見に行った金剛宝座塔の一番真ん中の塔、高い塔、13段あった塔にあたる部分だそうです。では皆さん、動画を見てくださってありがとうございます。この動画は12月に出して、なので次の動画は1月になるわけですね。ですから新年になります、なので良いクリスマスを、そして皆さん良いお年をお過ごしください。ではバイバイ